はい、こんにちは。今日はね、水上スクーターやっていきたいと思います。この辺で入手した資材がいろいろあるので、この辺をあっちの山の向こうまで持って帰りたいということで行ってみましょう。まずは海の近くまで移動しないといけないので、荷物を積んでいきます。電装系の部品だけじゃなくて、セラミックスとかのレアメタルも入手できましたね。電池とモーターもここに置いといても当分使えそうにないので持っていこうかな。なんやかんやいろいろ積み込んで、よし、とりあえず海沿いまで移動します。で、今回ベースにするのはこのスクーターの基礎部分なんだけど、どのみちプラスチックとか刃物とかも使うと思うので、この戦闘用カスタムのまま移動してます。あとちょっとね、今自爆ドローンにロックオンされたっぽい。回り込まれたか。よいしょ。よし。シールドは大破したんだけど走行には支障はないですね。戦闘用カスタムでちょうどよかった。とにかく作業しやすい海辺を探してるんだけど、だいたいこの辺で大丈夫か？あっち側は浅瀬が少ないっぽいので、この辺を作業場所にしますか。では実際に作っていきましょう。まず積み荷を下ろすのと、タイヤは今回必要ないので外しときます。で、他の部品はその辺で調達するんだけど、待てよ、さっき途中で交渉があったな。ついでにこいつを壊してみると、よしよし、タングステン水晶もくっついてたし、臨時収入としては上出来で、今回水に浮くものを作るので、先に水に浮く挙動について確認しときましょうか。ここで主に必要になるのは草と木。この2つは両方とも水に浮くんだけど、プラスチックだとギリギリ沈みますね。で、見た感じ同じように浮いてるんだけど、ここに重いものを乗せてみます。これだと木だと沈むか。同じものを草にくっつけてみると草だと浮けますね。正確に大きさを揃えてるわけでもないんだけど、大雑把な比較として草の方が浮きやすいって覚えといて問題ないでしょう。とはいえ草は耐久性が低すぎてすぐ壊れるっていうことも分かっているので、動力部分には木を使うことにします。仕組みとしては板が回転して水がきするようなパドル式を採用します。で、本体の重さで沈まないようにするためのフロートユニットは草で、ちなみにパドルを草じゃなくて木で作った理由は、経験上いくら注意しても何かにぶつかるので、動作に関わる部分はある程度の強度を確保しとくってなポリシーなんだけど、とにかくちょうどいい感じに浮いてますね。よし、じゃあ試しに動かしてみましょう。いざ。あれ、ちょっとね、今動いたように見えたとは思うんだけど、自分の足で動いたからって
全然パドルで進んでないんだよね。浅瀬で足がついてる判定になったのかな。もうちょい深いところで試してみると、いや、なんか足で歩けてるっぽい。あ、これ見たことある。水すれすれに足があると水上を歩ける謎現象ですね。ちょっとね、この映像だと分かりにくそうなので、モーター丸ごと外せば分かりやすいか。ほら、動力が全くない状態でも水の上を歩けてますね。これはこれで面白いし便利なんだけど今回は成功法で乗り物を作りたいので、はい、さっきの挙動を確認した上でいろいろと調整していきます。まず浮き具合がちょうど良すぎたので、足がつかないくらい浮かせるようにします。とはいえ、大きい草をつけるとなるとデザイン上の色の違いが気になるので、それで今何をしてるのかというと、燃え具合で草の色を調整してます。これ時間によって色合いが変わってくるんだけど、今回はプラスチックの色に合わせて真っ黒焦げにした方がいいかな。で、これを周りに取り付けるのと、あとはパドルを若干付け足したり、周りにプラスチックの板も付けときます。デザインにアクセントが欲しかったってのもあるんだけど、何かをうっかりぶつけた時用の防御用ですね。経験上いくら気をつけてもぶつけるんだこれが。とにかくだいたいいい感じに仕上がったかな。さっきよりも浮力を上げたので、パドルがちゃんと水に触れるかどうかを確認してるんだけど、これもかなりベストポジションっぽい。これで動かしてみると、ひとまず動いてますね。スピードは約時速5キロと結構遅いんだけど、回転数が 300rpm くらいで、上限の 480rpm まで余裕があるので、後で電池1本増やすか。微調整する余地はあるとはいえ、実質これで完成と言ってもいいところなんだけど、せっかくなので伝送系の部品で操作系統の仕組みを改良しましょうか。具体的に何をするのかというと、トランジスタを使って電源オンとオフを切り替える仕組み。トランジスタには通常型と反転型の2種類があって、通常型は横から電源が入った時のみオン、逆に反転型は横から電源が入った時のみオフになりますので、こういう風に反転型を2つ組み合わせると、最初にトリガーをオンにした時点でこっちがオフになって、こっちの回路が入りっぱなしになる仕組みが出来上がります。これ何が嬉しいのかというと、一度スイッチを入れれば手が離せるっていうところですね。で、オフにするにはこっちのトランジスタに電気を通せば電気の流れが変わるので、こっちにも同じようにオフ用のスイッチをつければ、トリガーをしっかり握らないと不安定になることもあるんだけど、これでオンオフの切り替えができる仕組みが出来上がりました。ただね、これ問題があるのも分かってて、ロードし直した時に勝手にスイッチが入っちゃうことがあるんだよね。
これはこの世界での処理の優先度がどこから入るかみたいな問題で、仕様ともバグとも言いにくいところだと思うんだけど、対策としては明確にどちらかの処理を遅らせるっていう解決法が発見されてます。具体的には水晶を使うんだけど、これは電源の周期を変えることができる素材で、電流を遅らせる効果があります。なのでこれを使って片方の回路を明確に遅らせるってな理屈ですね。一応 0.1 秒遅らせれば大丈夫そうっていう研究結果が出てるんだけど、経験上それでもオンになることがあったので、今ちょっと多めにしてるのと、この後作業途中でセーブとかロードとかしてるとそれでもオンになることもあったので、最終的にはもう1枚増やしてます。で、今電池を複数箇所につけてたんだけど、これは同一の電源に一本化できますね。見た目は結構複雑になるんだけど、3箇所につけてた電池を1回線にまとめていってます。正直私はこの辺の配線は苦手なので、さっきみたいにいっぺんちゃんと動く仕組みを作ってから、その後でこんな風に配線を整頓してたりします。で、これをスクーターの操作パネルとして移植。この辺もレイアウト上の問題と実際の操作上の兼ね合いを調整しながら作ってるんだけど、まあこんなもんか。で、ここから問題があることも分かってるんだけど、モーターにつないだ時に勝手にオンになっちゃうんだよね。これはモーターは逆回転する時に発電するっていう挙動が関係してって、水の浮力で逆回転して一瞬でも発電すると回路に電気が逆流してオンになっちゃうんだよね。これも解決法は分かっていて、ここで使うのが大鉄鋼。こいつは決まった方向だけに電流を流すっていう整流の機能があるので、これでモーターからの逆流を防ぐ。どの方向かは見ただけじゃ分かんないので試すしかないんだけど、こっちの向きか。これを取り付ければ、また分かんなくなった。とにかくこれで逆流が防げるようになりました。よし、あとは荷物を積んでいきます。荷物はまあまああるので、積み忘れがないかどうか確認しながら進めてるんだけど、そもそも足りなくなったらまた来るかな。っていうか、また来る時用に目印を立てときましょうか。とにかくこれで行ってみましょう。いざ。フロートユニットが大きめなので、この積載でも安定して動きますね。スピードはさっきよりも上がって時速 7.5 キロいくかいかないかくらい。回転数的にもまだ上げれる余地があるとはいえ、体感このくらいの速度で海を動けてると大きな不満はないかな。そんなこんなで途中に置いてた部位を回収しながら進んでるんだけど、あとはこの映像を見ながらまとめていきます。ということで、水上スクーター
やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。これ実はね、普通に水上スクーターが動くところまでだと30分くらいでできちゃったんだよねそれで足りないと思って、もうちょい先でやる予定だったトランジスタを使い始めたんだけど、そのせいで追加で1時間以上かかっちゃってこれ途中言ったように、私がその辺苦手なのもあるんだけど、もっと複雑なものを作ってるプレイヤーさんたちもいるので、その辺はなんとか追いつきたいですね。まあそんなことを言ってるうちに、よし、以前作業してた場所の近くまで到着しました。で、ここからはまた内陸を移動することになるんだけど、荷物が増えたのもあって、もともとのスクーターだと移動しにくいんだよね。なので荷物をいっぱい運べるように改造したいということで、次回はサイドカーやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。